がいない間に勝手に上がっちゃって大丈夫？大丈夫です。ここ部屋なの？はい、ここひどいの。はい、ひどいよね。全部ひどいんです。なんかね、全然下と雰囲気が違うわ。やっちまったな。それがベッドの部屋です。いいのかしら、勝手に見て。あ、いいんですか。おうおうなんかやっぱりさ、本人がいないのにさ、収納の中って見づらいよね。じゃあここ開けてみますよ。すごいね。今回の週末ビフォーアフターは急遽両親を引き取って自宅介護をしているお宅に訪問してまいりましたので、まずはこちらの模様からご覧ください。どうもこんにちは。どうもはじめまして、ゆかたです。よろしくお願いします。楽しみにしてました。あら、ありがとうございます。あら、これはなんだろう。父の車椅子です。ちょっと寝たままうん、移動できるようなうんリクライニング式の車椅子です。お父さんが住まれてて、ご病気なの？ちょっと父入院してましてはい退院して、私妹なんですけど、うんここは姉の家なんですけど、は姉の家に退院して来たってことで、父の車椅子があります。ごめんなさいね、今情報が多すぎちゃってちょっと整理ができないんですけど、ここに住んでるお姉さんの妹さんはいで、今お父さんが、病院から帰ってきたとはいそうです。いうことで、はい、ここに車椅子が置いてあるそうです。ということですね。はいなんかいろいろ大変そうですね。じゃあとりあえず中にはい入らせていただきます。失礼します。はいお姉さんがこの家の人で、はいで対応するのは妹さん。邪魔します。ごめんなさいね。なんかちょっと私うるさいですよね。いえ、大丈夫です。じゃ普通に喋って大丈夫ですか？大丈夫です。こちらはリビング。はいリビングです。はリビングで、はいお父さんを介護されてる感じですよね。いそうです。なるほどね。そういうルームツアーちょっと初めてなのでまあだからこの状況の中でいろいろ悩んでることがあるということなんですが、後ろにいられる方はお母様。はい。どうもはじめまして、古方です。すいません、なんかあ、いえ、すいや、こういう状況だっていうのはちょっとは聞いてたんですけど、まさかリビングにドーンというのはちょっと想定してなかったので、ちょっとドキバキしてるんですけど、依頼されてから結構半年ぐらい経っちゃってるからそうですねいろんな状況が変わっちゃったのかしら。半年前は母が姉と同居したばっかりで、母がね同居するってことで引っ越しなんかで手伝いでこう来てみたらこういう状況だったので、いい方いるよって感じで。じゃあ妹さんが私を紹介したみたいな感じなそうのね。なんです。やっと腑に落ちたんですけど、そもそも今日はなんでお姉さんいないんですか？犬がいまして、ちっちゃい犬2匹、今日ワンワンワンずっと声がうるさいので、ちょっと撮影の時もずっと純子さんのトークに差し障るぐらいワン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 言いそうだったもので、ちょっと預けに行ってて、ちょっと帰ってくるのが遅くなってます。帰ってくるんだよね。はい、帰ってきます。ね、私がほらせっかちなもんだから、もうすぐに突撃しちゃうしね。でもあれ状況は分かってるんでしょ？はい、妹さんは。はい、大丈夫です。私の中ではまあ片付いてんじゃないですかって話ですよ。だからこの半年でだいぶ状況変わったっていうことなのかしら。そうですね。姉が悠々自適で一軒家に住んでいたところに一人暮らしだったの？そうなんです。この家で。ワンちゃん2人とね。ワンちゃんとね。ワンちゃんと姉のお家だったところに父と母が来たっていうことで荷物もちょっと増えまして、私に予約してからいろんなことが起こったのね。予約する時もまあ姉は持ち物が多い人ではあったんですけど、いいですか？はい、私ここ入った瞬間にちょっと待合室のでっかい病室にしか見えないですからね。じゃああれなのかな、ご両親を引き取るにあたり、もしかして他に幸せがいっちゃったのかしら。この部屋のものをみんな上にあげちゃったらごちゃ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 。ちょっと待って、今いる1階はこんな感じ？ここに母の部屋があります。なるほど。お母さんの部屋は見ちゃダメなの？どうぞどうぞ。見てください。ここがお母さんの部屋で、お母さんの部屋はもう片付いてるように見えますよ。全然すっきりしてるじゃないですか。掃除もされてて。
じゃあ1回はそこそこ頑張ったの。そうですね。子供のみんな向こうにあげたんです。じゃあ問題は2回と妹は知ってるの2回がどうなの？ 4回私これから初めて入ります。ちょっとだから本人がいない間に勝手に上がっちゃって大丈夫？大丈夫です。許可は得てまあ、そうなのね。す。はい。できないから諦めたって言ってる。そうね。だから私に依頼されたっていうのもある。じゃあとりあえず1回よりも問題は2回にあるんだろうなということなので、一旦、2回に上がってみますか。お願いします。母が部屋の用途は知ってるのかな。あー、ほんと？でもね、もうね、廊下の時点でなんかある。扉がね、1、2、3、4、5、5個あってね、どっから入っていいかわかんない。そう。手前から行きます。手前から、あ、ここ部屋なの？はい、ここひどいんですよ。はい、ひどいよね。全部ひどいんです。ひどいのね。じゃあ見ますよ。何が並ぶんだか私も分かんない。あ、なんかなんかね、全然下と雰囲気が違うわ。やっちまったな。いやー、でもフルタイムで働いてるお姉さんさ、いきなり両親にね、一人みたいな感じになっちゃうとこうなっちゃうよね。で、3年前コロナになる時に引っ越してきたんですね。だからもう引っ越した荷物がそのままって感じ。ここ？あ、じゃあ来る前からちょっとすさんではいたんだ。お母さんたちが来る前から。あ、違う、私たちが来たから物を上に上げてめちゃくちゃ。ひどくなっちゃったんだ。こっちがもっとひどいんですよ。こっちはもっとひどいの？いやもう私これ以上はあんま見たくないわ。じゃあここはもう全然死んでて、でここで洗濯物干してんだ。はい。なるほどね。そうです。これで隣にあるのね。ここ？それがベッドの部屋です。寝室？はい。いいのかしら勝手に見て。いいんです。大丈夫です。おう。あ。おう。めっちゃ忙しそうな人だね。はい。なんかね、去年の冬からね、コートがそこにあるって感じだよね。ここがクローゼットなのかな？そうです。なんかやっぱりさ、本人がいないのにさ、収納の中って見づらいよね。お母さんいいの見ちゃっいいて。です、いいです。あ、まあまあパンパンよ。お姉さん几帳面だね。あ、そうなんです。細かいんです。細かいね。うるさい。うん。でもね、もうね、救急でパンパンでどうにもならない。いや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 。2階はこの2つ部屋。こっちよ、こっち。あともう一部屋。なんかね、私ね、ほんとこのね、上に上がってきた時からね、これが気になったのよ。はい。この部屋の扉は何？開けちゃいけない扉なんじゃないの？もしかして。いいです、いいです。ひどいんですよ、みんな。お母さん、これ見ればわかる。ひどい。じゃあここ開けてみますよ。はい。なんでここに置いちゃったんだろうね。うわ。すごっ。すごいね。もうね、投げ捨ててる感じよね。私の部屋のところの荷物をみんな持ってきたらこうなった。お母さんの和室に置いてあったやつをここに投げたんだ。まあだから本当に一軒家で悠々自適に暮らしててさ、誰にもね迷惑かけず生きてたけど、とりあえず長女で2人姉妹なんでしょ、なんだかんだ言って長女がね両親の面倒見なきゃいけないとかでさ、次女としてはお姉ちゃんにやっぱりこう2人の面倒を見てもらってるし、まあ、快適なお家でもうちょっとね自分の時間もっていうところよね。そう、姉はすごいいろんなものに興味があって多趣味で。なんかね、わかる。すごい多趣味なんだろうなって思う。でなかったらこんなに増えないから、物が。ただなんか、忙しすぎてやりたいことができてない感じがする。そうなんです、時間がない。ねえ。でもなんかこうなってたらもっとやりたくなくなっちゃうよね。でもやってるな。やってんだ。はい。どこに？だからやりたいことはやりたいのよ。でも片付けんのやりたくないのよ。そうなんです。好きじゃないね。そうなんです。分かった分かった。いやだから問題はこの2階の部屋をどう暮らしたいかよね、お姉ちゃんが。だってこの2人にはさどうしたいかなんて分かんないじゃん、はとりあえずなんかこうすっきりした景色の中でお姉ちゃんを応援したいって思いがあるんい。だよそうです。でも結局本人が帰ってこなかったら何もできないからあだからもうほんと姉ちゃんが帰ってくるの待つしかないんだけどちょっと連絡してあ、はい、わかりました。すいません。いやいやいやした。もういない間に、はい。今見ちゃってました。
はい、汚いゴミ部屋。ルームツアーならぬゴミツアー。ゴミってようじゃないけど、聞きましたよ、話。大変じゃないですか。はい、ないです。ね。悠々自適な、一人暮らしから、一転して、もう私、ここ開けた瞬間、病室かと思いました。はい。仕様が。病院仕様でね。行っております。だから、何の問題もないと思いきや、上が、もう笑ってしまうぐらい。休めるのはベッドの上。わかります、わかります。それでも手前結構山です。そうそうそう。そうですね。いや、まあ、そんな中で、妹も、なんか、頑張ってるお姉ちゃんを応援したいと。はい。いうことと、母ちゃんで、やっぱり自分の部屋ができてしまったせいで上がこんなになっちゃってるってことをいろいろ聞いたんですよ。本人のこうしてほしいみたいなのが、一番すごい重要なので、はい。そこのところちょっと話してほしいんですけど。ですね、ここはこのまんまでいいんですが、ちっちゃい冷凍庫があるんですけど、母と父の療養食っていうか、そうなので、それから明日のご飯を出すんですね、3食分。あそこに物が乗ってるので、毎日ものを下ろして下ろして下ろして。どっさりの中の下の白いやつね。そうです、そうです。あれが冷凍庫なので、あそこをカゴ1、2個乗ってて食事を取るようにしたいのと、その隣の白い棚が、ちょっと使い方がどうなのみたいな。本人いないから、あんまりいろいろ聞けなくて、今、ここに食事があると。これをもうちょっと使いやすくしたいと。これが上焼き上焼きです。毎回ね。そう、筋トレみたいな。他に置いてある。食卓なのに半分ものですか？そうですね。めっちゃ恥ずかしいんだけど。別にいいですか？2回見ちゃうと、ここが問題に感じられないんですよ。そこを開けると、大変なことになります。ここは稼働率何%？150% ぐらいじゃない？いや、それは物量でしょ？稼働率はマイナス50% ぐらい。マイナス 50% って何かな？何これ？なんかしようとはした。お茶と薬、もう飲むものが好きなのね。ただ、キッチンここにあるじゃないですか。キッチンやばいです。本当に。よく見るとやばいね。だから、優先順位よね。どっからやるみたいな。でも、何が困ってるみたいな。そうだろう。なんで今時間見たの？お風呂が来る。優先順位はでも本当はここなんだと思います。ここの稼働できないと母も困るし、でその下が犬の小屋とかがあるけど、すごい重いよこれ。これが何？犬飼ってんのね。そうなんです。ここなんかでも動いてないみたいな感じよ。そうですそうです。だから本当に介護を中心として物事を考えるんであれば、このセットがここよ。そうなんです。入んなかった。これじゃ入んないよね。やっぱりここに出ちゃってるものとかここに出ちゃってるものがここで吸収されて整然としてて清潔な環境でいつも食材がすぐ取れるような状態になってるのが本当はいいよね。うわ、すごいじゃん。いい？もうこの素敵な景色とこのそれでもうなんか2階は大体こんな感じだったわよ。そうです。この和室が倉庫だったのを、それを全部3日ぐらい徹夜して上に全部上げたけど、ここにあったものがどこにあるかもうわからんみたいな。だからあれよね。居住してる持ってる量はまあまあ多いわよね。一人にしては。基本、料理とかを教える仕様でこの家を買っているので、もうしたいんだ。もうずっとそれを10年以上前から積み重ねてて、もうちょっとでできるぞみたいな時にこうなったから、今オンライン化とかも進んでるからやるはやるんだけど、その物は捨てれない。だからせっかくこうテクニックと器具と物と集めてるから、でも場所が今度こんなになってしまってます。でももうパンパンなんでしょ？どこもかしこも。パンパンよね。純子さんみたいな人に何回か入ってもらってるんですけど、そういう人たちが3パターンぐらい、その3人が3人とも捨てろ捨てろと、全部捨てさせるから、これからこれをやろうとしてるんでしょって言ったら無視だから、その持ってたい量に対して入れ物が小さすぎるよね。そうなんです。だからこういうふうに溢れちゃって、いつも
散らかるみたいな話の中で、でもね、もう2階の惨状見ちゃったから、今2階をね、今うちの人間たちがネズミのようにバタバタしてるでしょ。それはね、カメラを仕込んでる。でもやる場所がそうそう、場所どこなのっていう話の中で、ただちょっとこのキッチンはキッチンで結構な、なんていうの、まあまあ入れちゃってあるし、隙間もないし、で必要なもの全部出てるしみたいになった時に、何を優先順位にするかによって置く場のものが変わってくるわけ。ただ私はどっちかっていうと人間重視な物事を考える人だから、もちろんやりたいことをたくさんやってほしいと思うけど、今やめられる状態じゃない。はいはい。なると寄せちゃうんだよね。あ、いいですいいです。はい。今やりたいやろうと思ってたものを寄せちゃうってことですよ。OK です。で寄せることによって今表面的に現れちゃっている問題を解決し、今はとにかくご両親が、この家で住みやすいとか、あと私も介護しやすいとか、今この状況でベストな状況にするために、まずは上にスペース作んなきゃダメかな。はい。だからいるいらないじゃないってことよね。いるいらないで解決するからならないし。物は捨てないで取っておきたいんだけど、父と母がここで、暮らしやすいスペース、楽しく過ごせるスペースを作る。で、1階はじゃあ両親仕様でいいってことね。いいですいいです。それはめちゃくちゃ目的ができるね。今ってなんか同居してて、なんなら私の方が多いみたいな感じじゃん。それがちょっとこう出ちゃってるみたいなところがあるから。で、その料理を教える方向性をどうするかとかはまず置いとくし、今は仕事もしてるから、そのサラリーマンをしつつ、準備をしつつので別の場所を作るとか。すごい夢があるのね。それはなんか応援しがいがあるわよ。私が来たのに帰ってこないって言われた瞬間にやる気あんのかいと思ったけど、あるのね。ありますあります。分かった。じゃあとりあえず、ここはここで結構な大手術というか、一旦2階をちょっと更地にして、何を戻すかみたいなことやって、あとちょっと私が気になったら様子問題かな。そうなの。だからそこもちょっと上行って、ちょっと考えましょう。そうですね。じゃあ今日頑張りましょう。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、一人暮らしで悠々自適に暮らしていたこの家のお姉さん、両親を引き取ったことで2階が物置部屋と化していました。ということで次回の週末ビフォーアフターは、お姉さんのプライベートスペースを生まれ変わらせるべく大改造してまいりましたので、どうぞお楽しみに。それではまた来週。さよなら。ニューサニーシールド3本セット特別価格で YouTube ショッピングで販売します。数量限定となりますので、気になる方はチェックしてみてね。楽天スーパーセールも開催中です。気になる方はそちらもチェックしてみてね。週末ビフォーアフター祭り2024、古方純子の爆笑トークライブであなたの暮らしに愛と笑顔を届けます。大盛り上がりの大抽選会でおなじみの商品がゲットできるかも。ご家族お友達お誘い合わせの上、ふるってご参加ください。たくさんのご参加お待ちしてます。